今日は2025年2月16日日曜日。こんにちは。日本語教師のナナです。これは日本語を勉強している人のためのポッドキャストです。今日のテーマは、いいパートナーの見つけ方。みんないいパートナーの見つけ方知ってる？そんなのあったら誰も彼氏彼女と別れたり離婚したりしないよ。そんな方法あるわけないだろうって思うかもしれない。でも別にこれは恋人、彼氏、彼女とか結婚相手、夫とか妻だけじゃなくてね、ビジネスパートナーとか友達とかね、そういう幅広い意味でのパートナーを見つける時のことなんだけど、この前ある本を読んで、その本に書いてあったんだけどね、みんな何だと思う？それは嫌いなものや嫌いなことが一緒なことなんだって。嫌いなもの？好きなものじゃなくて？って思うよね。だってよく初めて会った時に趣味は何ですか？って聞くじゃん。趣味は好きなことって意味だよね。趣味は何ですか？とか、好きな食べ物は何ですか？とか、好きなアーティスト、芸能人、好きな YouTuber は誰ですか？こんな風に好きなものとか好きな人、好きなことについて聞くよね。で、好きなものが合えば仲良くなれるって思うでしょ？でも反対なんだって。なぜなら好きなものは時間が経てば変わるから。でも嫌いなものってあんまり変わらないから、嫌いなものが合う人、嫌いなものが同じ人は長く続く関係、長くいい関係でいられる可能性が高いんだって。これおーって思った。なるほどね。確かに好きなものはその時の自分のブーム、マイブームって言うけど結構変わるよね。例えば私は今ネットフリでやってる恋愛リアリティ、脱出お一人島っていう恋愛リアリティにハマってるけど、少し前まではエミリーパリに行く、エミリー・イン・パリスにハマってたし、イカゲーム、オジンゴゲーム、スクイルゲームにもハマってたし、好きな YouTuber も少し前まではずっとミニマリストの人の YouTube ばっかり見てたけど、最近は料理のチャンネルをよく見るし、で、じゃあ嫌いなものってなんだろうって考えると、これ意外に結構難しい。まず嫌いな食べ物
あんまりないんだよね。嫌いな芸能人も特にいないし、嫌いな YouTuber もいない。だから嫌いなものっていうよりも許せないこと、他人にこれをされたら嫌かもっていうことを考えてみたんだけど、みんなはどう？ちょっとみんなも考えてみて。友達とか仕事の同僚とかパートナーにこれをされたら結構怒っちゃうっていうことを。私はね、自分の予定が狂うことが結構嫌なの。例えば約束をドタキャンされるとかね。まあドタキャン好きな人いないと思うんだけど、みんな嫌いだと思うんだけどね。私 MBTI もめっちゃ J なんだよね。しっかり計画してできるだけ効率的に動きたいって考えちゃうから、それを他の人に狂わされると結構嫌な気持ちになっちゃう。 J じゃなくて P の人はさ、ドタキャンされてもじゃあ何しよっかな、別の友達に連絡してみようかなって突然違う友達に連絡して、もしもし、今日時間ある？今渋谷にいるんだけどさ、遊ばない？ドタキャンされちゃってさ、ってできるって言うよね。私はこれできない。まあ J は計画性があって、 P は柔軟性があるって言うよね。柔軟性って難しい言葉だけど、どんなことがあってもすぐに対応できること。柔軟性の柔っていう漢字は柔らかいっていう漢字だから、頭も体も柔らかいってことだよね。これ羨ましい。まあとにかくこの私にとって許せないこと、これが同じな人が私にとっていいパートナーになるってことだよね。よく別れた理由とか離婚する理由に価値観の違いっていう人が本当に多いんだけど、まあ価値観の違いは different values, different priorities。 韓国語は価値観にタルダ。この価値観について考えたときに、好きなものとか大事なことを考えるよりも、嫌いなこととか許せないことを基準に考えた方がいいっていうこと。みんなどう思う？私の中では結構これが腑に落ちた。腑に落ちた。腑に落ちるって難しい表現だけど、すぐに理解できるってこと。納得できるってこと。でもさ、これ難しいのが、初めて会った人にあなたにとって絶対に許せないことは何ですかって聞くのめっちゃ難しいよね。結構深い質問だよね。だからある程度仲良くなってからじゃないと聞けないかもしれない。で、その人と今後もっと近い関係になりたい、深い関係になりたいって思った時、ちょっと今の関係よりも一歩進んだ関係になりたいっ
って思った時に使えるテクニックかなって思う。ぜひみんなもね、自分の嫌いなものとか嫌いなこと、そして自分にとって許せないことってなんだろうって考えてみて。そしてお友達とかパートナーがいたらこの質問をしてみると面白いかもしれない。今日も最後まで聞いてくれてありがとう。日本語教師のののでした。バイバーイ。